お待たせいたしました。こんばんは、内藤聡子です。医療用の光学機器や顕微鏡の分野で世界最大手のオリンパスで発覚した巨額の損失隠しによる粉飾決算事件。この問題発覚後、オリンパスの株価は大暴落。上場廃止を懸念した投資家たちによる投げ売りも多く見られました。そんなオリンパスが上場廃止になるかどうか、その鍵を握っていたのが決算書の報告。今日12月14日までに四半期決算報告書を提出しなければ上場廃止になるとまで言われていましたが、オリンパスは今日2007年3月期からおよそ5年分の決算訂正と2011年7月から9月期決算を関東財務局に提出しました。これにより報告書の提出の遅れによる上場廃止は免れましたが、今後報告書の内容を調査した上で上場を廃止するかどうかを最終的に判断されます。ちなみに今回の決算報告書では、過去の損失を反映した結果、利益剰余金が大幅に減り、財務の健全性を示す自己資本比率は9月期末で 4.5% まで低下。訂正作業では海外ファンドなどに移し替えていた損失を取り込み、2007年3月期連結決算の利益剰余金を1172億円減額修正しました。その結果、純資産は大幅に減ったものの、訂正期間全体を通じて債務超過には至らなかったとしています。世界的な大企業であるオリンパスが起こした一連の騒動、株主はもちろん従業員にとってもまさに青天の霹靂でした。先日ニコニコ生放送にもご出演いただきましたオリンパス再生のためのウェブサイトオリンパスグラスルーツを立ち上げた元オリンパス専務宮田さんのもとには、オリンパスの従業員、そして個人株主顧客の皆さんから数百通に上る意見や質問が寄せられているそうです。そこで今夜のニコニコ生放送では、昨日再来日したオリンパス元社長のマイケル・ウッドフォード氏にご出演いただき、前半は宮田さんのもとに寄せられたオリンパス従業員や個人株主、顧客からの質問にウッドフォード氏に直接お答えいただきます。そして後半はユーザーのあなたの質問にお答えいただくという2部構成でお送りしていきます。それでは本日の出演者の皆様をご紹介いたしましょう。まずはオリンパス元社長のマイケル・ウッドフォードさんです。よろしくお願いいたします。Good evening. Good evening. 続きまして、在日33年の修行僧でウッドフォード氏の親友でもあり、今日は通訳も務めていただきますミラー・ワクーさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてオリンパス元専務の宮田浩二さんです。宮田さんもよろしくお願いいたします。ウッドフォードさん、本当にお忙しい中、今回のご出演ありがとうございます。Thank you for having me. さて、それではウッドフォード氏にお答えいただくユーザーの皆さんからの質問をお待ちしております。番組の画面下にあります専用フォームから投稿してください。それでは本題に入る前にオリンパス事件について改めてご説明させていただきます。今年の4月、マイケル・ウッドフォード氏が社長に就任、そして6月、月刊誌ファクタの7月号で過去の不可解な M&A が暴露されます。この記事を見たウッドフォード氏は、菊川会長をはじめとする日本人取締役に説明を求め、最終的には多大な損失を出したという理由で退任を要求しました。
そして10月14日、ウッドフォード氏が解任。17日、オリンパスからすべての M&A は適正、そして適切だったと声明。26日、菊川会長兼社長が退任。高山氏が新社長に就任しました。11月4日、決算延期を発表。8日、オリンパスは過去の損失隠しを認め、この M&A を過去の含み損の穴埋めに利用したと発表。10日、東京証券取引所はオリンパスを管理銘柄にして上場廃止が危ぶまれます。12日にオリンパス元専務取締役の宮田浩二氏がオリンパスの再生を呼びかけるオリンパスグラスルーツを公開。11月25日、ウッドフォード元社長がオリンパスの取締役会に出席。現経営陣の退陣を迫りますが、交渉が決裂しました。そして12月に入り1日、ウッドフォード元社長は取締役を辞任。現経営陣に対して委任状争奪戦を仕掛ける意向を表明。そして今日12月14日、四半期決算報告書を提出し、これによる上場廃止を免れました。今日でちょうどウッドフォード氏が解任してから2ヶ月が経ったということになるんですが、いろいろなことが起きた2ヶ月間でした。簡単にオリンパス騒動について振り返ったところで本題に入っていきたいと思います。宮田さんの立ち上げたサイトオリンパスグラスルーツに寄せられた質問をご紹介して、ウッドフォード氏に直接お答えいただきます。そして通訳はミラ・ワクーさんにお願いいたします。放送時間の都合で全ての質問にお答えいただくことが難しいため、質問のピックアップを今日は宮田さんにお願いいたしました。宮田さん、どのような基準で今回の質問を選ばれたんでしょうか。基本的には寄せられた質問の数をベースにしました。それから私の主観で特にミスター・ウッドフォードの復帰に不安を感じている方、疑問を感じている方、そういう方の質問を優先しました。それから従業員以外からも個人株主様、それから顧客の皆様からも寄せられておりますので、その中からも何通か選ばせていただきました。それでは早速、その宮田さんが選ばれましたウッドフォード氏への質問をぶつけてまいりましょう。一つ目はこちらです。あなたはオリンパスから不当な扱いを受けたにもかかわらず、自らの生活を犠牲にしてまでオリンパスへの復職実現に向けて孤軍奮闘をされているが、一体なぜそこまでやれるのか、真の動機は何か教えてほしい。I mean, firstly, can I just say to any employee watching, good evening. The reason I wanted to take part tonight was just to find a way I can communicate with my colleagues at Olympus around the world. That was why tonight was so important to me. Not for polite, easy questions that you can question me and scrutinize me. And that's why I'm here. 今晩ご覧の現役の従業員の皆様にまず一言ご覧いただいてありがとうございます。本日この機会を生かして私の真意をご存知いただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。There's been a lot of rumors and propaganda about my motivations, including that I'm working with the Chinese and Koreans to take Olympus technology away from Japan, that I'm working with hedge funds. And just let me make it clear, I would have no part at all in selling Olympus or breaking up Olympus. It's very important to me that Olympus stays a listed company here in Japan on the Nikkei. まずは残念ながらいろんな悪質な強い噂が流れているようですが、例えば私が中国勢とか韓国勢と組んで何かオリンパスの技術を日本から奪おうとしてでもしているんじゃないかなということとか、あとはハゲタカファンドと組んでオリンパスの身売りにつながるような、もしくはオリンパスをバラバラにするような何かの仕組みをでも図っているんじゃないかなと言われているようです。ここではっきり言っておきたいんですが、私がそのようなことを絶対しません。私はオリンパスを独立した会社として生かしたいと思っております。それは私の本当の念願です。
Loyalty in Japan is often talked about, and I think for any human being, loyalty is important. I joined Olympus 30 years ago this year. It's the same year as I met my wife, and I've remained loyal to both. Loyalty as a human being, I think, is critical, and it's part of what is going on here at Olympus. 日本では本当に忠実心とか貴族心とか本当にとっても重視されることだと思うんですがいわゆるこのロイヤルティはとっても大切にされている国だと思うんですがそこで私は自分のことについて2つを申し上げたいと思うんですが1つは私はオリンパスに30年以上勤めてまいりましたとまた私入社して1年目に今の妻となった人と出会ってその結婚も30年続いています。私はロイヤルティはとっても大切に思う人間です。So, to me, to answer your question, the motivation is Olympus is a name. It means a lot to many of us, but Olympus is made up of people. And after 30 years with the company, there's many people around the world, which I feel a profound obligation to. And it's because of that I'm doing what I'm doing. A lot of people say I'm silly, I'm stupid. But when I open my email in the morning or look at my text messages, when I see those messages saying, carry on, you're doing the right thing, I can't just walk away from that. 皆さんにとってオリンパスは確かに非常に知名度のある社名でもありまたロゴでもありますが私にとってオリンパスは単なる社名とかロゴじゃなくてオリンパスは人間です。私はオリンパスに30年以上にわたって勤めてきたおかげで本当に素晴らしい多くの人間といい関係ができましたんで私はこんなことやっていてもうアホらしいんじゃないですかと周りに言われること多いんですが朝起きてコンピューターをつけて前の夜から送られてきて溜まっているメールを見て頑張ってくださいぜひオリンパスのためにさらに頑張ってくださいそういうメッセージを読んで励ましていただいてまして私は自分のことじゃなくてオリンパスのことを優先的に考えてましてそのように励ましていただきながらこの場を去ることはできません。わかりました。では続いての質問に移らせていただきます。不祥事を追及したことは評価するがやり方がいかにも過激で結果として会社の損害を拡大してしまったのではないかこのやり方以外にももっと工夫する余地があったのではないかdrastic way of calling attention to the problems. Didn't your approach actually make the problem worse than it needed to have been? I understand the question, but I tried to deal with this within the company. I tried very, very, very hard. The first time was on the 2nd of August, 12 days after the fact article was published. And no one had mentioned it to me. I knew it existed, but Mr. Kikukawa and Mr. Mori had not mentioned it. So I called a meeting to see them both. まずご理解いただきたいのは私は社内でこの問題の解決に取り組んできました。私は何としても社内でこれを解決させるべきものだと思って努力しました。この問題を指摘したファクタという雑誌の記事が最初に出たのは7月20日でしたが、その12日後の8月2日に私はこの問題について会社の他の経営者と話しました。I showed them at a meeting for the first time the article and asked why I hadn't been told that Factor had made such serious allegations. And Mr. Kikukawa told me that he had told the staff not to tell me because I was too busy. I was the president. その7月20日に出たファクタ誌の記事について8月2日まで社内でどなたも問題にしなかったことをとっても不思議に思って不自然に思っていました。ついに8月2日に菊川会長と森副社長にこの記事を見せてどうして
この記事を私に見せなかったか。見せなかっただけじゃなくて、私の部下の話によると、見せてないだけじゃなくて、従業員にそれを私に見せるなと言ってたと聞いてますが、それはなぜですかと追求しました。I told Mr. Kikukawa I had to understand that at that time I was the president. It was my name which had to go and sign on the accounts with my Japanese stamp. It was I who would have to instruct the letter of representation to the auditors. I literally begged him to answer my questions. その時を私は菊川会長にこのように言いました。私は社長です。私は立場上責任として、例えば決算にサインする立場におります。また監査報告書にも私はサインしなきゃいけないんで、私がそういう責任を負わせられる以上、必要最低限の情報も絶対必要です。Mr. Kikukawa wouldn't answer my questions, so I then tried with Mr. Mori. 菊川会長は私の質問に答えてくれないので、森副社長に聞きました。I firstly asked him that we had paid $2 billion for Gyrus, but now, 2 years later, we were paying another $700 million. What was that for? That represented 2 years' profits of the entire corporation. 例えば、Gyrus という会社を先ほど話ありましたように、20億ドルで買収していましたが、その後、また7億ドルをさらに支払いがあったんです。その7億ドルというのは、我が社の2年分の当期純利益の総額に相当する金額であって、この支払いは果たして何の目的のものでしたかと追求しました。He tried to tell me some story that we were buying the shares back, A preference shares, but we'd bought the entire company. So he was being evasive, he was being deliberately obstructive. It didn't make sense. 何かの株を買うための支出だったと彼はごまかそうとしたんですが、その前に20億ドルも払ったとき、それは株式の 100% を買い取ったはずなのに、なんで今となってさらに株を買ったりすることあるのかと。I then tried on the second part of the factor article that we had paid $800 million for three companies with no turnover. そこでファクター氏が指摘したもう一つの問題について質問しました。うちの本業と全く関係ない3社を買収するために8億ドルも支払ってました。I tried to be human. It was like a black comedy. I said, face cream company. いや、つい不思議に笑っちゃうような話になったんですが、森副社長にうちは化粧品ですかと。Plastic plates for the microwave. 電子レンジ用の食器とか、こういった製品を作っている会社を買ってました。Olympus represents what's best about Japanese industry. We engineer in our R&D laboratories through innovation and attention wonderful products which we then make in our factories to a high standard. We're a high-tech added value company. Face cream, plastic plates, it didn't make sense. 間違いのないように、オリンパスは日本を代表するハイテクの製造メーカーです。私たちの研究開発を通じて開発された高度の技術を生かして世界に通用する製品を作っている会社です。私たちが化粧品とか電子レンジ用の食器とかを作る会社を買収したりする理由は何にもないはずですと。He then stopped talking, just stopped talking. そして森副社長が黙ってしまいました。So we have these two transactions, $1.5 billion, almost 5 years' profits of the whole company, and no explanation. つまり7億ドル、8億ドル、つまり15億ドルも2つの案件で支払っているんですが、それはうちの会社の5年分の当期純利益の総額に相当する金額ですが、果たして何のためにそれが支払われたか。So I became angry.
I was the president of the corporation speaking to the vice president, asking very reasonable questions about something very serious. And I looked him in the eye and I said to him, Mr. Mori, who do you work for? Who do you work for, Mr. Mori? 私がどんどんイライラしてきました。一応私が社長なんで、一応私の部下であるはず副社長に重大な問題について質問しているにもかかわらず、まともに答えてもらえてません。そこで私はついに、森さん、あなたは誰に勤めているんですかと追求しました。So I will never forget his answer. He said, Mr. Woodford, I work for Mr. Kikukawa. I'm loyal to Mr. Kikukawa. そこでオリンパスに勤めているとかそちらの元で働いていると答えてくるんじゃないかなと思っていたんですが、そうじゃなしに彼がその時言ってきたのは、私は菊川さんの元で働いてますと答えてきました。So I then knew there was something very, very wrong at the heart of the company of which I was the president. And my first instinct was, to get away from this. This is wrong, bad. 森副社長のそういった反応で分かりましたのは、この会社の非常に重大な問題があると分かりましたんで、で正直言ってまずそこで真っ先に思ったのは、もうこの場を去りたいと思いました。逃げたいと思いました。今のね、ウッドフォードさんのお話を聞いてると、もう中からだけでは変えられないということもあったということですよね。No, it wasn't about operational business issues. We were talking about inexplicable payments of $1.5 billion, and I couldn't get anywhere with Mr. Kikukawa and Mr. Mori, deliberately evasive. So I knew there was something wrong. Instinct is get away from this mess, this bad thing. But I felt an obligation and duty that I had to find out the facts. I had to find out the facts so I could do something with it. ご理解いただきたいのは、これは事業の戦略上の何か意見の食い違いとかそういうような問題じゃなくて、これは明らかに何らかの不正と思われるような事件があったように思ってたんですが、それについて聞けば聞くほど相手がごまかすような答え方しか知ってくれなかったんで、そこで私がやっぱりこの問題の真相まで解明しないと気が済まないと。I thought with the factor article in the public arena, the Japanese media, Japanese shareholders, something would come from that. But what shocked me, it wasn't picked up by the mainline media, not at all. And I asked Mori and Kikukawa any reaction, and they said not one question from one shareholder in Japan. 繰り返して言いますが、これらの不正を指摘した記事がファクターの8月号に載りましたので、7月20日に発行されたファクターの8月号でした。そのような重大と思われるような不正が指摘されている以上、日本の他のメディアとか日本の株主はこれについて会社に当然追及してきているはずだと思ったんですが、菊川さんと森さんに聞いたところによると、全くそういった質問を受けてないということでした。では次の質問に移らせていただきますね。Can I just mention, because it's such an important question, I then wrote six letters, which were in English and Japanese, and included a PwC report in the last letter. And then I was fired. So I would be interested, how else could I have done it? 6 letters to the whole board, to the non-executives. How else could I have dealt with it? I had to go outside. しつこいようで申し訳ないんですが、非常に大切な点であって、ぜひご覧の皆さんにご理解いただきたいんですので、もうちょっと言葉を尽くしてご説明させてください。その後、6通にわたって
菊川さんとか森さんに手紙を出しましたと。その手紙を出す都度に通を全役員に通をつけましたと。それぞれの手紙を英語だけじゃなくて和訳も一緒に出しました。これらの手紙を追ってこの問題の解明を求めていましたが、先方は答えてくれなかったんです。そこで逆にこれ以外私は何ができたでしょうかと私の方からお聞きしたいんです。はい、わかりました。ウッドフォード氏の、お怒りもごもっともだと思うんですが、次の質問に行ってよろしいですか。ではあなたはオリンパスが復活する鍵は何だと考えているのか、最大の3つの課題とそれを解決する施策の要点を披露してほしい。What do you think are the keys to Olympus's revitalization, if possible? Could you name 2 or 3? I think, in very simple terms, we have to stabilize the company. We have to have confidence in the company. That's the most important first action. まず第一、会社が揺れてます。まず会社の安定化を図らなきゃいけないと思っています。As you mentioned at the beginning, because of what's happened, the company's balance sheet is in a very poor position. We have a debt-to-equity ratio of well over 500%, and we're the 7th most indebted corporation in the whole of Japan. オリンパスの財務状態は非常に悪い状態に陥っています。自己資本比率は非常に低い水準にあります。有利子負債を大量に抱えています。We need a capital injection. We need to strengthen the balance sheet urgently. 何らかの形でその貸借対照表の強化を図らなければいけないと思っています。Mr. Takayama said at his latest announcement that the company was considering a strategic alliance. 竹山社長が何らかの戦略提携を考えているようですが、That worries me. I mean, Olympus is this wonderful tradition. If we have a strategic alliance, then we've lost our independence. That would move on to a merger or a takeover, really, of Olympus. それは非常に懸念しております。なぜかというと、戦略提携といえば、オリンパスは独立性を捨ててしまうことです。So to hear that we may give up our independence troubles me greatly. We should be an independent, world-leading company. オリンパスは独立した会社としてやっていけます。私はそう信じています。There's other ways to strengthen our balance sheet. We can go for private equity, or we can go for a rights issue. But the idea of a strategic partnership, which means we're being taken over, we lose our independence, we lose our identity, that would be such a sad end to this history of 90 plus years. 貸借対照表の強化が必要なんですが、やり方はいくらでもありますので、戦略提携、つまり身売りをする必要は全くありません。So the critical action, I would strengthen our balance sheet, but I wouldn't do it by a strategic alliance. I wouldn't do it because we'd give away our independence. 独立を捨てないで財務状態の改善を図ります。私なら。The second action is we have to concentrate on our core businesses. Our core businesses, medical, microscopy, industrial, and consumer. They're our core businesses. 2つ目の鍵としまして、私たちは4つのコアの部門に集中しなきゃいけないと思っています。それらは何かというと、医療機器、顕微鏡、工業用品、カメラをはじめとするコンシューマー商品です。So with those businesses, they've been underinvested. All this money flowing out of the company, underinvested. Microscopy is a good example where we have a strong product. Consumer, we have a fantastic camera in the PEN, but we haven't been able to promote and advertise it in the way we should. We had a world beater with the PEN, and it's a wonderful product, but we haven't had enough resource because it's all going out the wrong way. いろんな
不正もあって不健全な形で資金が流出しているんで、そのために私たちこれらのコアの事業に投資すべき資金が足りなかったおかげで、例えば顕微鏡に関して言うならマーケットシェアは非常に高いんですが利益率低いんですよ。そこで再投資する必要はいくにもあります。戦略的に投資することによってこの事業は本当に世界に誇る事業になるはずです。それにいい事業ですが、またカメラも皆さんご存知のようにペンも本当に好評で、そのようなカメラ、そのような商品、私たち開発できる会社ですよ。So the simple, overwhelming priority, stability and strengthen the balance sheet. But please don't give away our independence. ですからぜひともやはり経営基盤の安定化、財務状態の強化は必要で、またそれを独立を捨てないで測ってほしいと思います。ユーザーの皆様からのご意見でね、カメラをぜひ売却しないでほしいといった書き込みなどもね、結構多く見られてますよ。Let me tell everyone now very clearly. Again, this is what has been said, rumored about me. But as I've been saying before I was fired, I would keep the consumer business. We've shown with the pen we can make wonderful cameras. It's common technology, the lens, the imager. It's thousands of employees. Compared to the money we've been losing on silly things, stupid things. So the camera business is fundamental. We've been sitting on the fence. We've underinvested in promotion. But I'm not going to close the camera business. And let me say it again. I'm not, if I were president, and I said it before, with the pen camera, I have the first EP3. And I asked for it to be engraved with the word rebirth. And so 001 was the serial number, the first production EP3. And that's because I thought the pen represented the rebirth of our consumer business. We can make cameras which the world wants to buy. ありがとうございます。ぜひこの場を借りて明確に断っておきたいことがあります。私はカメラの事業を畳みません。私はカメラの事業を畳むつもりはありません。私は会食される前からカメラの事業を畳むつもりはありません。私たちがペンのような素晴らしいカメラを開発して製造して売れる以上、このカメラ事業を育てていけるはずなんで、今まで正直言って半端な形でこの事業を営んできたんですよ。バカみたいな本業と関係ない会社を買収したりするんじゃなくて、同じ資金をカメラの事業に投資して強化すれば、カメラの事業は今よりも利益率の高い事業になるはずです。私はちなみにEP3 型のペンの最初の001番のカメラを私が持ってますんで、オリンパスのリバース、オリンパスの再生とそこに刻んであります。はい、力強く言っていただきました。では次の質問に参らせていただきます。あなたは社長就任以来、日本で過ごした時間が短すぎ、海外拠点ばかり優先して回り、オリンパスの最も大切な開発・製造拠点へはほとんど足を運んでいない、ものづくりの大切さを理解していないのではないかというなかなか厳しいご意見をいただきました。Do you really understand what ものづくり manufacturing is all about? Yeah, this again, if I look tired now, I've been tired since April the 1st. We talk about a global company. You don't manage a global company by sitting in an office on the 15th floor of the monolith building, the headquarters of Olympus. ちょっと疲れて見えるかもしれませんが、実は私は4月1日からちょっと疲れてきているかもしれません。オリンパスはグローバルの会社です。グローバルの会社を運営するには、新宿のモノリスビル、つまりオリンパスの本社が入っているビルの15階に座り込んではできることではありません。Japan is the headquarters of Olympus. A lot of our core technology is in Japan.
But in managing the Olympus, I said from the beginning, and Messrs. Kikukawa and Mori knew this, that I said I would chair the board meetings in Olympus of the Americas, and I would chair the board meeting in Olympus Europe. Because 70% of our world sales are there. So if you want to be a successful corporation, you can issue pronouncements, you can issue president's messages, you can do all of these things, but you have to have control at the point where the product is sold. So Japan is the center, it's the brains of the organization. But I was here over 40% of my time. That's probably about the right percentage. And then I was in America and I was in Europe. I visited China and other places. You don't want a global company. If you say a global company, it shouldn't mean a Japanese company. It should mean a global company. The headquarters is here, but the president, whoever he may be, should be out around the world. 私は日本に一つ大切なことを学びました。それは何かというと、現場現物です。で、私はグローバルな企業を運営するために、やっぱりその市場、その職場、その事業所、その現場に出向くべきと思います。うちの会社の売上の 70% は欧米が占めてますので、私が社長に就任したとき、菊川さんとの合意によって、私は米州事業と欧州事業のそれぞれの会長を務め、トップを務めることになってまして、それぞれの役員会の、議長を務める約束していました。よって欧米に過ごす時間はおのずと多くなりました。もちろん中国とか他の市場もありました。ちなみに 40%、私の時間の約 40% ぐらい日本で過ごしてましたが、うちの会社の実態に鑑みては、それは適切な割合だと今も思っております。And just on R&D, the first company I worked for was the British company, which is an R&D and manufacturing company. Then in running Olympus Europe, and we were spending more on R&D than the Japanese company. So investing in R&D, if we look at the surgical business and the money invested in our German manufacturing company, which is a wonderful business, we spent more as a percentage than was spent in Japan. So I believe in investing in R&D. That's what we do. We make products. I don't like bureaucracy or waste. It should go into the product. We should invest more in R&D, not less, but targeted. また研究開発に関しては、私は研究開発の信者です。私はオリンパスに最初に入ったイギリスのキーメットという医療機器製造販売会社でしたが、その会社は親会社よりも高い売上の比率として高い水準の研究開発の支出をやってました。私がその後担当するようになったドイツの会社も親会社よりも売上の比率として多く研究開発に投入していました。やっぱり製造メーカーである以上研究開発は非常に大切。ただ戦略的に割り当てる必要はある。ばらまくことはよくありません。はい。わかりました。では次の質問に移らせていただきますね。高山社長が主張するウッドフォード氏が解雇された理由は、ウッドフォード氏の独断専行の経営姿勢がオリンパスにとってマイナスであるからという説明に納得している社員は多い。あなたが主張する解雇の理由は不正を暴いたからというのも理解するが、独断専行という批判にはどのように反論するのか。Again, I find that somewhat ironic because of the way Kikukawa ran the company. If you want to look for an autocrat or a dictator, look at him and look at the people who he surrounded himself with. Yes men. まずそう言われて感じるのは皮肉のもんだなと思って、菊川政権の時、それ以上独裁的なものはなかなかないと思います。はい。Let me give some accusations which have been made against me. One of them was that I issued an instruction in relation to what people could put on their desk.
じゃあ例えば私はこのようなことを言われているようです。机の上に私物を置く制限について。So that sounds worrying. What type of micromanagement is that? But think about it. What I had said was, if you work in the repair laboratory or the manufacturing, you have to respect the environment. But one of the things of the companies I've run is inviting customers. So the company is a showcase. It's a showcase for what we do. So the rule we had wasn't draconian. You can have photographs of your family. You can have photographs of your pets and animals. If your children have made toys or drawings, you can put them up. If your grandchildren have. But you can't put up a calendar of a nude lady. You can't put up a model of the Empire State Building, because if you don't have rules, then it's chaotic. So if you work in the laboratory or you work in manufacturing, why should you be special if you work in the administrative areas? And no one's complained about that to me. It's a practical thing to make the company look the way it should. まあそのように聞く手によっては、こういうふうに私物を置いていいもの置いちゃいけないものを言うのは余計なお世話じゃないかなと思われるかもしれませんが、ちょっと考えてみてください。修理工場で働いていらっしゃる方が製造現場で働いていらっしゃる方、そういう製造ラインの脇に自分のおもちゃとか置いたりするのは許されるはずないんですよね。やっぱりだからといって事務部門の方々がじゃあ置いていいかというと、私はそれは変な話だと思うんで、誤解のないようにご家族の写真とかペットの写真、お子さんとか孫さんが絵を描いてきたら、そういうものを飾っていただいて何の問題ないんですが、やっぱり裸の女性が写っているカレンダーをかけたりとか、自分の好きなプラモデルを置いたりしていただいては本当に困ります。でまた一つお分かりいただきたいんですが、私は会社を開かれているものとして持ってまして、職場環境は会社の看板だと思っています。私たちが割と開放的に多くのお客さんを案内したりすること多いんで、私たちはどのような形でそういったお客さんに見られたいかとかお伺いいただきたいと思います。ウッドフォード氏の例えがとても分かりやすいとユーザーの方がコメントで書かれていらっしゃる方が多いですよ。People love your examples. では次の質問に移りますね。なぜ強引に株主総会による対決を望むのか、なぜ取締役を辞任せず高山社長以下現経営陣と協力してオリンパス再生の新体制シナリオ作りに取り組む道を選ばなかったのか、海外株主は短期的な利益を目指すハゲタカではないのか、それらと組んで乗り込み結果としてオリンパスをバラバラにしてしまうのではないか。Why are you opting for an hostile approach rather than working with Takayama-san and his team to achieve a peaceful solution to this? And aren't you teaming with some vulture funds and people like that? Why are you doing what you do? Again, as I said earlier, I'm not teaming with vulture funds. You will never see my name associated with anything which would harm Olympus in that way. I wouldn't do it. まずご理解いただきたいのは、私はハゲタカファンなんか組むわけありません。オリンパスに被害をもたらせるような何にも絶対私はしません。The Japanese I respect for endeavoring to avoid confrontation if you can. That is always a better way. 私はかねてより日本の文化について尊敬しているものに一つは、やはり敵対的な出だしをちょっと避ける傾向強いんですよね、この国で。So sometimes you have to fight, but before you fight, you should see if there's a way of avoiding it. That's logical, that's sensible. 戦わなきゃいけない時はあるんですが、まずは戦いを避ける道はないかを探るべきと私も思います。Last Friday, two major shareholders in Olympus saw Mr. Takayama. One was a meeting, which in the morning, Friday morning, for an hour and a half. The second was a teleconference for 2 hours. 先週金曜日にオリンパスの海外の機関投資家の2社のそれぞれの代表が2回にわたって高山社長と話しました。1人が直接朝90分にわたり社長と話しました。もう1人は午後2時間にわたり電話会議を行いました。
What they said to Mr. Takayama was the independent panel, which was chaired by a retired Supreme Court judge, Mr. Kanaka, realize you have to leave. What you've done in failing to stand up is contaminated and tainted you. That's what the panel said. まず2人ともそれぞれの話し合いの中で高山社長にオリンパス自身が依頼した第三者委員会、つまり元最高裁の海中さん議長を務めた第三者委員会の報告書で指摘していることを受け入れるように進めました。So they appealed, now is the time to act in the right way. Ask Mr. Woodford to meet with you, to call an EGM, but over the next 6 to 8 weeks, work together with Mr. Woodford to come up with a new board of directors. Olympus have many strong Japanese managers at level 2 and 3. Work together. Avoid a proxy fight. That's only damaging, that's only harmful, that's only wasteful. Show some dignity. Do the right thing for this company. And then you could leave with dignity in that at this end point you did the right thing. 彼らはこれも社長に勧めました。ウッドフォード氏を呼び戻して、彼と手を組んで、新しい経営体制を構築してください。また、臨時株主総会を開いて、そこでやめてくださいと。It would also reduce the litigation risk. If Olympus handled this end stage now in a bad way, it increases the litigation risk by shareholders suing the company. So I had agreed with those two shareholders that I would be prepared to meet with Mr. Takayama, that I would be prepared to do that. それらの期間として私も言ってましたが、私は高山さんと組んで協力する用意はあると彼らに言ってありました。このままでいけば、オリンパスは大変なリスクを背負っているんですよ。例えば、必ずこのままでいけば、私と関係ないところで株主訴訟とか必ず起こされると思います。そこで大きな損失が発生することはあり得る。それをぜひ避けてほしいと私は思っております。So, I was hopeful Mr. Takayama would listen to that. Of course, at the end of the 8 weeks, he would have to stand down, as would all the existing directors. But we could do things in a controlled way. For people who work for the company who would be promoted, it would be a practical way of achieving that. 例えば私たちが協力して、一定期間8週間とかにわたって円満な形でオリンパスにとっていい経営体制を構築して、そして秩序のある形で混乱を避ける形で新しい体制を発足したときにそこで退陣していただければ割と面数の上でも非常に最善のやり方じゃないかと思ってました。Waku-san phoned Mr. Takayama after the meeting to say, would you see Mr. Woodford? 隣の枠が最初の話し合いの後、外から電話かけて、秘書室長に声かけて、マイケル・ウッドフォード氏が来日しますが、来日中会っていただけないかとお願いしましたがと。An hour later, his office phoned back, and he said he was too busy to meet me this week. Too busy. ちょっと検討させてくださいと一旦電話切られたんですが、そのしばらくしてからまた電話かかってきて、いや、ちょっと忙しいからお会いできません。ちなみに来週も忙しいから。So I still am willing to meet 24 hours a day, wherever he wants. If he wants to meet to try to solve this in a constructive and non-combative way, then I'm more than willing. I hold my hand out. Of course he has to leave because of what he failed to do, and the other board members. But it would be a positive way. So I still remain helpful that he will do this. However, if he doesn't,
then I will fight for this company. Then it will be the time to fight. I hope we can avoid it, but if necessary, I'm prepared. 今なお私をお会いして協力する用意があります。何日でも何時でも私が出向いてでもお会いしてお話しする用意はあります。協力してオリンパスの再生を図りたいと思っております。もちろんその後今までのことについて責任を取って今の役員全員に辞任してもらわなきゃいけませんが。わかりました。ウッドフォード氏の、愛社精神のお話を聞いているとオリンパスをバラバラにする気が全くないというのは非常にわかるかと思います。では次の質問もちょっとなかなか厳しい質問なんですが移らせていただきますね。あなたの復帰を強く望んでいるが日本の機関投資家大株主があなたの復帰を望んでいないと聞いている。その理由はなぜだと考えるか。彼らのサポートなしに本当にオリンパスを再生できるのか、どのように彼らのサポートを取り付けるのかということです。ウッドフォード氏の復帰を望んでいないという株主もいるんではないかという質問なんですね。Why do you think they oppose you? And do you think that you can achieve a comeback without their support? I think what would be really sad in this story if we had a dichotomy between the Japanese shareholders and everyone else. That, I think, would be a terribly sad message to the world from Japan. まずはこうなったら本当に寂しいというのはやっぱり最終的に国内外の株主さんという線で分かれることですね。Today I met with the ruling party DPJ's governance committee and also a separate meeting with the LDP. And these meetings were open to the press. They were open. 本日2回にわたって民主党と自民党のそれぞれの企業統治などに関するワーキングチームとお会いしてお話しさせていただきました。The parliamentarians understand the damage the Olympus scandal has done to Japan. However, if this is managed in the right way, ironically, it could give confidence to investors. 70% of the turnover of the Tokyo Stock Exchange is with overseas investors. 議員の先生方は皆さんはオリンパスのこの事件で日本に対する信用が世界において揺らいでいることは皆さん懸念していらっしゃいます。東京証券取引所の出来高の7割も外人の投資家によって行われているんです。そこで日本の信用が揺らいでは国は本当に困ります。そこで私はこれはいい機会だと捉えてやっぱりこの問題解決に誠意を示すことによって今まで以上に輝く資本市場になれると私は信じています。Prime Minister Noda has spoken about the Olympus case and the importance that it means to Japan. 野田総理ご自身もこの問題について言及していらっしゃいます。The head of the FSA has said the same thing. ジミー先生もこれについて言及していらっしゃいます。And if I have to move forward with the slate, that will have names of some of the most eminent and influential Japanese members of the establishment. So, again, I can't speak for the shareholders. They have to speak for themselves. But I believe with the public opinion, people know what's right and wrong. With the lead being given by the parliamentarians and with a number of influential individuals, you would get some of the Japanese shareholders of Olympus supportive of, firstly, a pragmatic, constructive, non-combative approach. But I think you would see people move. At the moment, till last week, they said they wouldn't comment publicly until the independent panel had reported. The panel's conclusions are obvious and clear. So we have to see.
but I believe you will see people in Japan supportive. もしも私の方から新しい経営陣の案として役員候補の名簿を提出するようになれば、これをお約束いたします。日本人の誰から見ても納得できるような知名度のある権威のある方々はそのリストに必ず載せます。それもあってさっきから話しておるように議員の先生方が心配していらっしゃるようなことはやはり機関投資家もそれなりに懸念していらっしゃると思うんで、私たちがそういうような説得力のある役員候補の名簿を見せることによって私たちの案にサポートをいくらかつけることができると私は信じています。どういった役員候補になるのか非常に気になるところなんですけれども、ユーザーの皆さんがですね、質問が厳しすぎるんじゃないかとか、ウッドフォード氏は必要だなどといった優しい方の意見も非常に多いようですよ。次の質問は少し優しいかもしれませんね。あなたの復帰に反対した社員を許す気はありますか、それとも反対者は徹底的に排除することで一気に改革を進めようと考えているのか教えてほしいということです。I'm appreciative, firstly, of the comment you make about the questions are too stern. But I think Mr. Miyata didn't want to give me an easy ride. He didn't want to give me an easy ride, and he's right. These questions people have been asking, and they're legitimate, and I should be held accountable back to the employees. So I'm very grateful for people's opinion, but I think Mr. Miyata was right to choose the difficult questions. 先ほどの方に感謝いたします。やっぱり厳しい質問を心配していただいて本当にありがとうございます。宮田さんはこれらの質問を選ぶにあたってちょっと私いじめようと思ってたんじゃないかなと思ったんです。でも真面目な話としてやっぱりこのような率直な質問を私は本当に歓迎いたしますので。As to whether I would forgive employees who have not wanted me back, and that if I came back, I would have a purge of the long knives. The only purge Olympus needs is in the boardroom. They're the directors. They had a duty and loyalty, not to themselves or to Mr. Kikukawa. Their loyalty should be to the 40,000 employees. So they have to go. They have to go. But we won't have a purge. You'll always get these situations. We need to heal. Olympus needs to heal itself and to move on. ご安心ください。でも許すところとにかく粛清したりするようなことは絶対ありません。オリンパスが粛清する必要としているのは役員会だけです。その現役員たちはやっぱり4万人の従業員に対する責任を怠ったことは事実です。では、従業員の方を切るということもないということなんでしょうかね。Unless somebody has done something criminal, of course, if someone's done something illegal, they have to be held accountable. But just because people said they didn't want Woodford to come back, no, I wouldn't fire them for that. That would be immoral. No. もしも例えば違法行為か何かが発見された場合はそれは適切に対応することになるんですが、私の復帰を反対したからといってそれはありないんですよね。The pain of being fired is very fresh in my memory, so I'm very empathetic to that. やっぱり自分が再審解職されたばかりなんで、やっぱりその同情はありますので。それはちょっと安心した方も多いかと思いますが、では次の質問に参ります。私はオリンパスの内視鏡ユーザーだが、これだけの不祥事を引き起こしながら経営陣から何の説明もないまま病院のコンプライアンスの関係で他社製品に切り替えざるを得ない立場で苦慮している。私と同様の内視鏡ユーザーは世界中に多いと思う。我々に対して明確なメッセージを発し、前線の社員にまで徹底させてほしい。Other people are probably in a similar situation. What do you have to say to customers like us? Yeah. You should stay with Olympus. There's no cultural problem with Olympus. The problem was a small group of people at the most senior level of the company who've betrayed the company and the colleagues. Those people have left,
and the remainder who endorsed and sat silently by. The trouble with when wrongdoing happens, it is allowed to take place because good men do nothing. That's what happens. So the board will be changed, the contamination will be gone, and Olympus will become, I'm sure, a beacon of the best in corporate governance, not just in Japan, but around the world. So you can be assured, the customer who wrote this, that we will make sure that Olympus causes no embarrassment. And I apologize as an ex-director of Olympus for what has happened. It's regretful, but we will make and rebuild the company, and you can be sure that these things won't happen again. このユーザーの方に申し上げたいことといたしまして、今後も安心してオリンパスの製品をご利用ください。今回の件はオリンパスの企業文化の何か組織的な問題による問題ではありません。オリンパスの企業文化は依然として健全なものです。オリンパスの問題は何かというと、ごく限られた人間が起こした問題です。オリンパスはこれから日本だけじゃなくて世界的に見ても企業統治の模範的な会社になっていくと私は信じております。ぜひ今後ともうちの製品を安心してご使用ください。なんかアピールがありましたが、ありがとうございます。では次の質問に参りますね。先ほども少し触れたカメラのお話です。次は。私は長年のオリンパスカメラの愛用者で、この不祥事で儲からないカメラ事業が切り捨てられるのではないかと心配している。内視鏡は儲かるかもしれませんが、オリンパスが世界中で愛されている理由の大きな部分は素晴らしいカメラだ。ぜひ続けてほしい。先ほどもね、カメラの授業を切り離さないというお話もありましたが、もう一度改めてお聞きしたいと思います。I agree with the commentary of the customer who wrote that in. Some of our best managers come from our consumer business. It's a viciously competitive business. You have to have the best product, and you have to have a very, very low-cost, efficient distribution model. But we've done that in Europe, we've done that in America, and in Japan we've been doing some wonderful things too. So we were back in profit in the camera business when I left the company because of the strength of the product made. That's the clever part of a business. It's the engineers who make the product. That's the people I have most humility for, as I'm not an engineer. So this person should be clear that Olympus will continue to make cameras. We'll do that in the most efficient way possible. But the people, many of the managers of the camera business, as I've said, are the strongest, some of the strongest, because there's nowhere to hide in that business, nowhere to hide. 私は全く同感です。私はオリンパスのそれぞれのコアの事業の間に相乗効果があると信じております。現にキャメラ以外の事業はある意味でキャメラの七光的な恩恵を受けていると私は思っております。実はうちの最も優秀な幹部の多くは実はそのキャメラなどのコンシューマーの分野で育った方々なんですよ。非常に競争の激しい分野で本当に利益ざやが非常に薄いところで本当に経営者の腕が問われるような分野でいい幹部、いい経営者が育てられる分野で私たちいろんな形でキャメラの事業を続けることに利益あると私は信じております。利益が少なくても続けていってくださるということでね、非常に安心するご意見いただきました。オリンパスの従業員の皆さんからの質問はこのあたりで終わりとさせていただきます。続きましてはユーザーの方からいただいた質問をウッドフォード氏にぶつけていきたいと思います。こちらは青森県からの男性の方ですね。私は投資家に虚偽の報告をしたオリンパスは当然上場廃止になるべきだと思っています。ウッドフォード氏はオリンパスの上場についてどうあるべきだと考えているでしょうか。Olympus has committed some serious infractions. I think that they deserve to be delisted. What do you have to say about that?
I understand the point you're making, and it's a legitimate point to make. But it wouldn't do any good. The company has filed its accounts today. Please don't look to punish the company and the people within the company. Of course, if the point is that there has to be accountability and there has to be punishment for what's happened, I understand that. That's reasonable. Capitalism has to work with rules. But the individuals who've committed these acts, they should be punished. They should be held accountable. Don't hurt the company. It wouldn't do anything of value. お気持ちはよくわかります。で、やっぱり資本主義にはルールが必要だと思います。違反があれば当然罰が伴うという原理があるんです。ただこの場合は限られた人間がやったことのために会社を罰するんじゃなくて、その人たち自身を罰すべきと思います。確かに氷山の一角というか、本当にごく一部の人間が行ったことですからね。私はそう思ってます。では続きまして、神奈川県の男性の方からの質問です。現役社員です。今は誰の責任がどうこうより会社が今後どうなるかが心配です。この瞬間は誰もがオリンパスを復活させたいと思っているはずです。責任のことは一時的に棚上げにして現経営陣と手を組んで会社復活の努力はできませんでしょうか。敵対するより時間やエネルギーを浪費することは敵対することにより時間やエネルギーを浪費するのはあまりにも無意味だと思いますと。現経営陣とウッドフォード氏に手を組んでほしいというご意見ですね。And just cooperate for the revitalization of Olympus. As I've said, I'm prepared to meet with Mr. Takayama any time of the day or night to do exactly that. We need to look to the future. We need to start rebuilding the company. The panel has reported. I think it's clear that that issue should be now closed. We need a new board of directors to give this company the leadership it deserves. 私も再生に目を向けたいと思ってますが、維新に目を向けたいと思いますが、ただそのために今まで不正を看過していた人たちはそのままではオリンパスの将来を彼らに委ねてはいけないと思ってます。なるほど、現経営陣と手を組むことはないということですね。そういう意味ではなく、そう、you're not refusing to work with them, but you're saying that they can't be. You're not going to turn the future of Olympus over to them. Those people shouldn't decide the future of Olympus. They've betrayed Olympus. They, put their hands up like school children when I was showing them what was wrong. Dismiss Mr. Woodford. Don't look. Don't challenge Mr. Kikukawa. They have no right to choose. And whoever may be the president, they should move away now. And Mr. Takayama, I would work with him for a period of time to form a new slate of directors, after which point there should be an EGM and he should resign with the existing board members. Then we can start really building and healing the company. オリンパスの将来を汚染された役員に委ねてはいけないと思うんですが、やっぱり過渡期にありますので、新しい経営陣が発足するまで私は一定期間高山社長と手を組んで協力する用意はあります。わかりました。失礼いたしました。では続いての質問に移ります。今度は神奈川県の男性の方です。現状のオリンパスにおいて何をどのように変える必要があると思っていらっしゃいますか。具体的に教えてください。What do you think most needs to be changed in Olympus right now? オリンパスをどのように変えていくかということです。How would you like to change Olympus? I don't think there's much wrong with Olympus. I don't think there's much wrong with Olympus. Again, the culture of Olympus is a good one. We make wonderful products and we have strong people. The problem was isolated at the board. So if we change the board, then the company can get behind a new management and start moving forward. So people shouldn't think Olympus, the panel said Olympus is rotten to the core. But that is the management, the senior management, the board who did these things. Nothing is wrong with Olympus except that.
私はオリンパスは問題だらけの会社だと思っておりません。繰り返して申しますが、オリンパスの企業文化は健全でもう活力あふれたものだと私は思っています。確かに第三者委員会はしんまり腐っているような言い方してたと思うんですが、それはオリンパス全体を指して批判しているんじゃなくて、あくまでもその役員会の人たち、ごく限られた人間を指してましたものです。はい、わかりました。続いての質問はですね、現役のオリンパスの社員の方からなので、今のお答えもねきっと喜ばしいことかと思います。東京都に住まれる男性の方です。入社3年目です。今回の事件をきっかけに経営体制が刷新されるかと思いますが、仕組みだけ変えても従業員の心も変えないと、きっとその仕組みは軽減化され、実態は何も改善されないかと思います。ウッドフォードさんが社長に復帰された場合、どのように従業員の心も刷新できるようアプローチをされますか？形だけではなくて心を変えるという質問ですね。But again, I come back. I don't think there's anything wrong with our culture. I don't think there's anything wrong with our culture. People are hardworking and committed, and so many people go beyond any reasonable expectation. So I'm a creature of habit. You know, I'm still married to the same woman, and I would have still been married to Olympus if Olympus had divorced me, not the other way round. せっかく寄せていただいた質問なんですが、正直言って私はオリンパスの心、従業員皆さんの心を一新する必要は感じておりません。私はオリンパスの皆さんの心はとっても健やかなもので、誇りに思うべきものだと思っています。あくまでも一部の人間に問題があったと思っているだけです。私は本当に消極的に言えば非常にマンネリ化するような人間であって、30年同じ女性とずっと結婚しているし、私はオリンパスに30年勤めてました。もし何か不本意の形で会食されてなければ、今もオリンパスに勤めているはずでした。なるほど。じゃあ何も変えることはないということですね。そういった従業員の方の心は。心のものはそのままでぜひ続けてください。はい、わかりました。ではここでアンケートではないですね、オリンパスの未来、皆さんからいただきました質問は以上とさせていただきます。ではここで、ウッドフォード氏が思うオリンパスの未来についてお聞かせいただけますか？Our medical business, we have a huge list of products we want to develop and make, but we haven't had the resource. Again, you don't want to dissipate your activities just in the surgical area alone. Strategy should be driven by product. You can come out with grand statements, grand designs, lots of words, lots of PowerPoint slides. It can be meaningless. We know in the medical market there's many areas, ENT, orthopedics, which we want to develop. Our microscopy business, we have 40% of the world market share, but we've underinvested in product. Again, we should have been investing much more. Our industrial business is a glowing success. It's one of the best managed parts of the organization. But that business is where you would make additional acquisition, small acquisition. Every acquisition by that business has made money, has been profitable. And consumer, when you have a product like the pen, you should be able to promote and sell it aggressively. We haven't been able to advertise on the television anywhere near as much as we should have. We had the best product on the market. We still do, and with the range of the pen cameras. So I don't like people who come out with business school talk about strategies. We should just concentrate on the simple essence of what we do, which is make products people want to buy. And we haven't had enough money going into all the waiting lists, and I've seen those long lists, and that's true in Germany and it's true in Japan, where our principal R&D activities lie.
オリンパスでは皆さんにご存知いただいているように医療機器で圧倒的な国際的な競争力を持っているんですがただちょっと外科用のものに偏っているかもしれません。実は外科用以外のものもいっぱい本当は資源さえあれば開発して実用化していきたいものはいっぱい溜まってるんですよ。なんでそれ今まで製品化してないかというと資源がつまり投資する余裕はなかったんですよ。顕微鏡に関しては 40% のマーケットシェアを持っているんですが、私たちの同業他社の例えばドイツのライカとかザイツとかと比べて利益率は低いんで、なぜかというと私たちが投資する余裕はなかったんです。工業用品に関しても私たち非常に競争力のある商品があるんですが、それを強化していくための投資は十分じゃなかったんです。コンシューマーというかカメラというか、皆さんペン素晴らしい製品じゃありませんか、本当に市場において最高の製品。しかしそれをもっともっと宣伝したりプロモートしたりするべきでしたが、私たちやはりバカみたいなものにお金を使っていたから、私たちからその宣伝の予算が十分取れなかったので、ペンを十分に活かせてないと私は思ってます。はい、わかりました。ではもうそろそろお時間になってしまうんですけれども、ここで一つユーザーの皆さんにアンケートを取りたいと思います。こちらです。あなたは今夜のウッドフォード氏の話に納得できましたか？ 1 納得した、2納得できない、3どちらでもない。さあ皆さんはどのようにお感じになりましたでしょうか？今夜のウッドフォード氏のお話に納得できましたでしょうか？1時間以上にわたってウッドフォード氏にお話を伺いましたが、さあ皆さんはどのようにお感じになりましたでしょうか？はい、結果が出ました。お話に納得したという方が 75.2% と非常に多いですね。納得できないという方も 9.1%、 どちらでもないという方が 15.7% いらっしゃいます。この数字ご覧になってウッドフォードさん、どのようにお感じになりますか？I feel very humble because I'm tired because I've been traveling a lot, and I was up at 3:30 this morning. But all it does is make me feel that this journey is worth it, and that it's right to give everything of myself to try to make Olympus a company which Japan can be proud of and will lead the world. And as I said before, the hardest thing for a business is to make products. You know, that's the hardest thing a company does. And Olympus does that so well, and it might be a microscope, a camera, an accessory which goes through an endoscope, an industrial microscope. We do that very well, and if we can get the other part of the company to function to the same standard as our engineering, and we have some glowing examples where the sales and marketing organizations do well, we can be that company. And that's not being romantic or fanciful. When you look at the business sector, so many people, the trouble with this is strategic alliance, so many people would love Olympus because of its strength. And we want to stay independent. We want to stay independent to our heritage. And I am very grateful for people's support. And I, again, will do everything I can and do every last piece of juice in my system to get Olympus to a brighter place, a more positive place. このような数字を拝見して本当に光栄です。皆さんどうもありがとうございます。私、文字通りにも比喩的にも長旅がずっと続いてまして、正直言ってちょっと疲れました。今朝3時半から起きてやってますが、しかしこの数字を拝見してやっぱりここまでこのようにやってきてよかったと励ましていただいたつもりでいます。オリンパスはものづくりの会社です。オリンパスは研究開発と製造現場でどの会社にも負けないような強みを誇っている会社です。内視鏡の部品を私見て本当に芸術作品のように見てます。工業用の顕微鏡オリンパスは本当に私こんな美しい製品はないなどなど、
正直言って私たちは本当にそういうものづくり現場が一番の強いところだと思うんで、営業でもサービスでも私とても誇りを持っている素晴らしいものがあると思うんですが、やっぱり逆にそういった部門の方々は私たちのものづくりの現場の人たちに見習うべきこといっぱいあると今なお私は思ってます。ユーザーの方々もですね、ウッドフォード氏のお体が心配だとちゃんと休んでくださいねっていうご意見もねたくさん来てるんですよ。Thank you. No, I'm worried about them too. 私彼らについて心配しております。本当ですか？そろそろお時間になってしまうんですけれども、ミラーさん今日1時間以上お話しされてきて、グラスルーツのオリンパスグラスルーツのサイトも一緒に、ね、立ち上げていらっしゃるということなんですけれども、いかがでしたか？やはりウッドフォード氏を知らない人、会ったことない人、生で声を聞いてない人、噂聞いただけの人は色誤解があって当然だと思います。しかしおそらく宮津さんとこの点で認識を共有しているつもりなんですが、やっぱりこの人生で見ると可愛くてしょうがないでしょ。非常に優しいお顔されていらっしゃいますよね。Yes, what I thought about you, about this. And I said, there's people who've never met you, people who've never heard you in person, people who've never seen you. They hear rumors, and it's only natural that there would be misunderstanding. But I think I share with you an understanding that if you see this guy in person, you can only fall in love with him. 可愛らしい笑顔だと。それはここまでにしましょうね。そうですね。それでは宮田さんのお声を聞いていないというねユーザーの方からの意見もたくさん流れてるんですけれども、ではここで宮田さんからもお話をいただきましょう。ではその前に出演者の皆様、そしてニコニコ生放送をご覧のユーザーの皆様、本日は遅くまで、ありがとうございました。ではこれで最後になりますが、宮田さんから伝えたいことがあるということですので、そちらをお聞きしてお別れとなります。それでは宮田さんよろしくお願いいたします。オリンパスの高山社長、森島副社長に呼びかけたいと思います。オリンパスグラスルーツ .com を立ち上げて以来、私は一貫してこの問題は社外の力を借りず社内で決着をつけよう、ウッドフォード氏が正しく、あなたたちが間違っていたことを率直に認め、ウッドフォード氏を中心に市と協力してオリンパス再生への道を構築してほしいと訴えてきました。多くのステークホルダーに多大なご迷惑をおかけしている今、膨大な無駄を生むプロクシーファイトなどに貴重なエネルギーと時間を浪費する暇はありません。しかしあなた方は私の呼びかけに応ずることなく、ウッドフォード氏は経営トップとして不適格者であり、彼が復帰すれば多くの従業員が不幸になる。オリンパス再生にウッドフォード氏の協力は必要ないとして一貫して和解を拒否してきました。高山さん、森島さん、本日ウッドフォード氏は私の求めに応じて私のサイトを寄せられた従業員、株主様、ユーザー様からの疑問、異論、反論、特に厳しいもの、ネガティブなものを選んで、答えてもらったにもかかわらず、そのすべてに自分の言葉で答えてくれました。今度はあなたたちの番だと思います。ニコニコ生放送のディレクターの了解の上で、お二人に呼びかけます。この場でウッドフォード氏と同じように、従業員、株主様、ユーザー様、そしてオリンパスの行く末を心配してくれる多くの皆様の不安、疑問に、あなたたち自らの声で答えていただきたいと思います。その上で、なお対決を望まれるのであれば、やむを得ません。次の株主総会で決着をつけていただきたいと思います。以上です。
That's what the Rico wants. Okay, you pinch one. じゃあ、武藤さん、それから宮田さん、あとミラさん、お疲れ様でした。ニコニコニュースの亀松と申します。11時、先ほどまでですね、ニコニコ動画の、番組という形で、有働さんに出ていただいて中継してきたんですけれども、実はこのニコ生のスタジオにですね、10社以上のメディアの方が、取材に来ています。非常に今緊迫したタイミングということでですね、多数のメディアが来ているということです。でそのメディアの記者さんからですね、ぜひまた直接ウッドフォードさんに、質問をしたいという要望がありまして、それで急遽この番組終了後に、いわゆる囲みの、インタビューという形で、簡易の記者会見のようなものを、これから行いたいと思います。で、僭越ながら、私が進行役を務めさせていただきます。では、いわゆる囲みインタビューの方式に従ってですね、メディアの方はですね、挙手していただいて、まず、社名と氏名を名乗っていただき、あとマイクを渡しますので、そのマイクで、質問を、伝えてください。でそれに対して、ウッドフォードさんに答えていただくという形で進めたいと思います。はい、では早速進めたいと思います。では、真ん中の先頭真ん中の方。ニコニコニュース土井と申します。よろしくお願いします。ウッドフォードさんにお聞きしたいんですけれども、最初にファクタで報道が出たときに、菊川会長に問い詰めたっていうお話が先ほどあったと思うんですけども、その時に菊川さんに、他のマスコミからも、そういう問い合わせはないのかっていうお話をされたと思うんですが、実際日本では報道はなかったと思うんですね。その現状をした時にどのように感じられたかということを、お願いします。Asking Kikawa-san about it and asking if they hadn't received any inquiries from media or from shareholders. And he said they hadn't had any inquiries. What did that say to you about the Japanese media? Well, I always prefer to be honest, if not diplomatic. That worried me a lot. People tell me that the Japanese media can be self-censoring, but I think the thing which is a positive is Factor exists. Factor is a Japanese journal. At least Factor is somewhere people can go. And maybe after this scandal, if people are worried about wrongdoing in their company, they know they can go to Factor. And I think next time Factor publish anything like this, the media will react. So the media in Japan is certainly more polite and deferential than the Western media. But everything changes in life slowly, and the Japanese media, certainly my contacts with it after the first week, there were some pieces which were critical of the establishment, which were challenging. NHK did a half-hour special on Olympus. So it seems in Japan there is a power struggle between the established status quo, keep everything as it is, and the reformist agenda. And I hope, and I believe it's not just for romantic reasons, the reformist agenda is starting to get a real leverage. So I think your observation is, or your question, is very pertinent. It's for the media to respond as it sees fit. People said because Olympus is a big consumer company and spent a lot of money on advertising, but most of the journalists I've met from Japan have been, apart from always being very polite, which is a very delightful characteristic of this country, people have started to probe and push. So that's up to you, sir, if you're as a member of the media. And this lady and that gentleman, that's not for me. And it's your editors as well. 正直に言いましてメディアの対応についてちょっとやっぱり気になるところは多々ありました。私前から言われていたんですが、日本のメディアはちょっと自己検閲的な面が、あるように感じました。しかし
ファクターという雑誌がこの国で成り立っている、事業として成り立っているのは日本の基本的な報道の自由の証だと私は思っています。また、この件を通じて、今後、他の会社でも、やっぱり問題に気づいた方、内部告発者になって、積極的にファクトをはじめに、それぞれのメディアに通達するようになるんじゃないですかと期待しております。私はこの国、今現在、メディアだけじゃなくて、社会全体にわたって、なんか保守派というよりも、本当に現状維持派というべき勢力と、改革派とも言うべき勢力の間のちょっと引っ張り合いがあるように感じますので、どっちが有利なのかと私は分かりかねますが、しかし私のこの事件を経て感じているのは、やっぱり次第にメディアが積極的になってきていらっしゃるんじゃないかなと思います、前より。今回の事件が勃発してから、例えば保守的な鏡である NHK でさえかなり大きくオリンパス問題を大々的に堂々と取り上げてくれました。やっぱり私はそのような動き期待したいと思います。しかしそれを私が決める問題じゃなくて、それは皆様次第ですね。また編集の方々もですね。Can I make one observation where I think Japan is better, which is the Nico Nama, this forum. There's no lawyers along here cutting the feed. This to me is a wonderful form of democracy in action. This question that my colleagues, the Olympus, don't want you back, Mr. Woodford. The employees don't want you back, Mr. Woodford. This is what the management have been saying. So this is where people can vote. It's a democracy in action. And if tonight there'd been less than 50% or anywhere near 50%, I would have stopped. If that's what people felt, I wouldn't, go on if that's what people felt. So this form of media, and maybe it's biased to young people, but I'm sure a lot of people from Olympus were watching tonight. This is a wonderful form of media freedom and press freedom and holding people to account. So this has been a very interesting education for me. I've never seen anything like this in the UK. またもう一つちょっと付け加えさせていただきますと、日本は欧米のどの国よりも進んでいる点はあると思います。それは何かというと、このニコ生そのものです。やっぱり海外で私は知っている限り、こういう番組はもう弁護団がここに列を作って待ってて、何かいけないことあるとすぐ切ったり修正したり編集したりさせますが、このように生々しく堂々とやっていらっしゃる姿を私は何とも美しいです。これこそ民主主義そのものの現場だと私は思って尊敬しております。またこの現場を褒めているだけじゃなくて、この現場の結果を私は信じています。最終的に私が拝見させていただいた数字、もしあれは本当に 50% か 50% に近い数字を私は反対しているようだったら、おそらくこの場でやめちゃったと思います。しかし、その数字を見せていただいて、むしろ励ましていただいて、ニコ生さんにも本当に心から感謝いたします。ありがとうございます。はい、じゃあ次の方、じゃあ女性の方お願いします。産経新聞の古川と申します。今日はありがとうございました。本日オリンパスが発表した決算についてお伺いしたいんですが、自己資本比率が 4-5% まで減ってしまって財務状況が非常に悪化しています。でこの立て直しのためには資本増強などの対応が急務だと思うんですが、ウッドフォードさんがまた復帰された場合ですね、銀行団などの協力をスムーズに得られるとお考えでしょうか。そのあたりをお聞かせください。The
according to the numbers that Olympus delivered today, their percentage of shareholders' equity to total assets is just dwindled to practically nothing. And you yourself have noted the need for strengthening the capital base. How do you view the prospects for working out? Do you think that something can work out smoothly with investors and with the banks? I've already started working on that and having conversations with people who can make those decisions. And again, a lot of people know Olympus is a wonderful business. For example, if you put $2 billion into the company, the value of the company will go up probably more than $2 billion. And as I said, the worst thing I think would be to lose our independence by making a preferred allocation of stock, which the company can do at any time. In normal circumstances, they could issue to another company 25% of the stock, and as long as they don't discount it less than 10% of the market price, they could do that. The management could do that. But this company is under state of litigation, and anything like that, the legal advice I've had is that they really would have to go for a shareholders meeting. But rights issues or private equity, you can be done, but not where we give away our sovereignty. And because of the underlying strength and cash flows of the medical business, it shouldn't be a difficulty at all. Olympus management, the existing management, might try this strategic alliance, which would be the end of Olympus as it is, which would be such a sad thing. 私はすでにそれぞれの関係者と話し合って言ってみれば着手しています。今ご指摘の問題の解決策の案をそれぞれの形で練っております。この会社には20億ドルぐらい注入すればそれ以上に企業価値がすぐ高まると信じております。企業側が第三者割り当てのような形で、株価を今現在の株価より 10% 以内の割引だったら、取締役会の独断でも行えることは理論的に行えるはずなんですが、この会社は今いろんな係争中の問題がありまして、この状態でそのようなことを踏み切ればちょっと信じられないほど多くの問題を呼びかねないであって、現実的にはできないんじゃないかなと私たち思っております。むしろこの会社が自力で再生を図るべきと私は思っています。独立した会社としてやっていけると信じています。今の経営陣はどうも戦略提携のようなことを考えているようですが、それは先ほども言いましたが、それをオリンパスの独立を捨てるようなことになりますので、それは本当に悲しい限りです。ぜひそれを避けていただきたいと思います。はい、次の方いらっしゃいますか。はい。Good evening. My name is Keiichiro Utsuka from Kyodo News. I have a question of choosing the new board director. As you mentioned, you have a preparation to cooperate with Mr. Takayama by choosing the new board director. But if he says he refuses to have you as a presidency or a director, do you have a will to cooperate with him, or do you refuse his proposition? 訳した方がいいですか？じゃあすみません、共同通信の大塚です。今、次期役員選任のことで質問したのですが、もしも高山さんがウッドフォード氏と次期社長選任で協力すると言っても、もしウッドフォード氏を社長とか取締役に迎えるのが嫌だといった場合は協力する用意があるのかと、そういう質問をしました。向こうが嫌だと言っても、こっちを協力する用意あるかと。そうじゃなくて、We should cooperate if the government doesn't want you to be reinstated on the top of the board. 社長復帰反対されながら協力で、わかりました。Would you cooperate without being predicated on being president? No. もう一言だけです。ノーと、はい、一言だけです。
はい、他には、はい、じゃあこちらの。日刊工業新聞の向笠と申します。今日はありがとうございました。2点お願いします。まず1点目です。ちょっと声が小さい。すみません。日刊工の向笠と申します。2点お願いします。まず1点目が提携については独立性保てないので否定的なお立場ですが、これは資本提携、業務提携両方について否定されているのでしょうか。You say that a strategic alliance would amount to discarding Olympus's independence. Do you mean that just in terms of a capital alliance, or even simply an operational alliance? What would happen? They would take the initial 25%. They would do that with the intention within a period of time to take over the company. That's what would happen. 例えば業務提携の名目で、例えば 20% だけの資本提携が伴う場合は、相手は必ずいずれ支配的な立場になっていくつもりで臨むんじゃないかなと私は見ております。もう一問ですが、さっき4事業にハイテク分野の4事業にフォーカスすべきだというお話がありましたが、情報通信事業というのは非常に大きな事業で、これ携帯端末の販売がメインだそうですが、情報通信事業ありますが、これについて今後どういうふうにすべきだとお考えでしょうか。You've mentioned the 4 core operations, but what about Olympus's IT operations in their cell phone business? That is an option, but I'm a member of the public at the moment, so I don't want to. I don't think it's helpful to speak in too specific terms. That is not a core business of Olympus's. いろいろ考える必要あるでしょうが、私は今単なる一市民に過ぎませんので、あえてそれについてちょっとある程度以上控えさせていただきたいと。But again, there's human beings in that business, and so you have to, people don't want certainty or uncertainty, so within a short period of time you have to decide what you want to do. But disposing of that business is not necessarily straightforward if you chose to do that, because the network providers do not want a concentration of the distribution in one company's hands. So it's not straightforward. And that business does make a profit. So it's not a weak lamb. It's not it's contributing. It makes this year $50 million. それは正直に言えば、それはコアの事業として捉えておりません。ただし赤字の事業でもないんで、今年確かに5、6000万ドルの利益を上げているかと思いますが、またその事業で現に人間が働いていらっしゃいますんで、またやっぱりプロバイダーの関係でやっぱり競争関連でやっぱりあまり集中させない方がいいという考えもあるんで、それを独立した事業として生かす、メリットも感じます。ちょっとこの場でそれについてこれ以上ちょっと言えないんですが、何をやろうとしてもちょっと整理するに非常に問題はあるし、ちょっと真剣に考えるべきでしょう。はい。ちょっともう夜もですね深くなってまいりましたので、あと1問ぐらいで終わりにしたいかなと思いますが、はい。では。ウォール・ストリート・ジャーナルの大沢と申します。いいよ、We can hear you. そのままどうぞ。先ほどの質問にちょっとフォローアップになるんですが、高山社長にと協力するということがあったとしても、社長として戻れないのであれば、ちょっとそれはできないというお話でしたが、それはあくまで会社に戻るのであれば、社長として CEO としてということでというお考えなのかということが一
それはもしそうであればなぜですかという。You said that you would not be interested in cooperating with Takayama because the cooperation was predicated on you not returning as president. Does that mean that you're only interested in returning to Olympus as president? You don't want people to be hypocritical. You don't want people to play games. I am not a director of Olympus. I'm saying I would put myself forward as I'd go back if I was chosen. I'm not obsessed with it. There's lots of things I could do with my life. But the reason it's to answer your colleague's question, the people I would want to choose would be people with the same values and views and would want to work in the same way. So if I was saying, please join the board, but I'm no part of it, it would seem a silly idea to me. It would seem purposeless. It would be dishonest. So I don't want to play games like that. So the shareholders make the decision. It wouldn't be something I've agreed. When you go for the vote, each director is voted individually. So the shareholders, I could meet with Mr. Takayama. I could propose, the conclusion would I propose myself as president, somebody else as chairman, these people as directors, and the shareholders could vote me down anyway. That's fine. I accept that. But it would be rather strange to go into a discussion where I exclude myself. It's contradictory in terms. I couldn't do that in an honest way. さっきの方のご質問にもうちょっと言葉を尽くしてお答えするとすれば、とにかくふざけた話にちょっと対応する余裕はないんです。偽善主義的な話はちょっとご勘弁いただきたいと思っております。真剣に話を進めていくなら私は応じます。私が理想として価値観を共有できる人間と一緒に仕事したいと思っております。最初から何かの恣意的な条件をつけられると、これはちょっと誠意に欠けた話だと思わざるを得ないので、ちょっと応じかねるんですが、私は社長になること、CEO になることにこだわりがあるかというと全くないんです。ちょっと一言いいですか。ミスター・ウッドフォードが10月の14日に解雇されたことに全然正義がないんですよ。ですからそこへ戻るということは全然不自然じゃないと思います。はい、じゃあ、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。はい、じゃあ、皆さんありがとうございました。どうもお疲れ様です。はい、最後に番組告知的なことで、実は明日はオリンパスの高山社長が記者会見をする予定で、ニコニコ生放送では、生放送できるかどうかはちょっと分かりませんが、少なくとも収録してその会見の模様は、お届けしたいなと思っております。はい、じゃあどうも2時間にわたりありがとうございました。すみません、あとフォトセッションがこの後。